Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Japanisch. Ich bin Hiro und heute habe ich einen Gast bei mir. Hier. Shinnosuke Uchida, eine Manga-Live-Painterin. Heute möchte ich ihr ein paar Fragen stellen. Die Fragen habe ich von euch bekommen und da werdet ihr auf jeden Fall erfahren, was sie macht, wie sie lebt und so weiter und so fort. Bleibt gespannt. Los geht's.漫画ライブペインターです。はい。漫画ライブペイントってどういうことですか？パフォーマンスで壁に大きな漫画を描くパフォーマンスの活動をしています。でもね、わかんないんですよね。いつからその自分が小さい幼稚園とかの時はなりたい職業が全然看護師さんとかイルカの調教師とかそんな感じだったんですよね。全然絵とは関係なくて、でも小5、6の時、小学校の後半からやっぱセーラームーンとかレイアースが出てからなんか漫画にすごい興味が湧いて、で読むだけじゃなくて描いて真似して描いてたので、そこら辺からようやく絵描くの好きかもみたいな感じかもしれないですね。なんか家にそんなに本がない家だったんですよ。漫画があんまり両親も漫画読まないしアニメも見ない家だったので結構遅かったと思います。なんかでも小学校5年ぐらいの時にその黒歴史なんですけど漫画描いてたんですよ。そういうレイアースを真似た。それが多分11か10歳ぐらいの時ですね。そのぐらいの時は漫画を描いてたんですよね。大友克洋先生です。その作品は全部持ってますね。持ってないのもあるのか、でもほとんど持ってます。作品アキラだったりドーンだったり。そうですね。あと昔のショートピースとかなんか不器用サラダとかさよなら日本とか、映画も大体見てますね。関わってるやつ。一番好きなアニメっていうのはアキラ以外っつったらうるせえやつらのビューティフルドリームが好きです。その2つで終わりですそこ鉄板ですね。そうですね。ちゃんと目指すきっかけはアキラですね。初めはアニメだったんですよ。映画を友達が紹介してくれて、多分好きだよみたいな、好きそうなアニメがあるからちょっと見てみるって言ってアキラ借りて、1回目分かんなかったんです。何がすごいか。でもなんかすごいと思って、家に帰ってからアキラを借りて見返したらすごいってなって、見れば見るほどアキラめっちゃすげえってなって、そこから本を買ったんですよ。その時初めて大友さんの絵を見たんですよ。アキラの単行本。なんかすごい衝撃で、その書き込みっていうかその線がすごい良かったんですよね。ですごい好みだったみたいな。それがもう21とかなんですごい遅いんですよね。大学3年の時にそう見せてもらって、そこからアキラなんで結構遅かったですね。そこでいきなり目覚めたんですね。目覚めましたね。そこからずっと毎日アキラ見てましたからね。なんか1作目は持ち込みで「週刊少年ジャンプ」とマガジンに行ったんですよ。初めて持ち込み、投稿の前に持ち込みと行こうと思って、まず出版社に持ち込み行って、でそれでマガジンに投稿したんですよ。でその1作目は落ちちゃったんですけど、その1作目をコミティアっていうイベントで売ったんですよ、自費出版。そしたら全然売れなかったんですよ。100部ぐらい作ったんだけど、売れたのが3、4冊なんですけど、そこで私はその時知らなかったんですけど、ウルジャンの人が買ってたんですよ。その時その人名刺持ってなかったらしくて、その時は何も言わなかったんですけど、メールが来て、その後ウルジャンの編集の人からそのコミティアで本買いましたっていうメールが来て、でその今度新人賞があるから出してみないかみたいな。それで初めてそのウルジャンの人となんかやり取りして2作目を書いたんですよ。でそれが価格を取ってそのままデビューしちゃったんですよ。漫画家目指して私1年でデビューしちゃったんですよ。23でデビューしてて、21でアキラでやって、22で初投稿作品書いて、23でデビューしちゃったので、そこまではめちゃめちゃ早かったです。だからそのデビューしたイコール漫画家ってなら、そこでデビュー漫画家にはなったんだけど、そこまでだ。そこで終わっちゃったみたいな。
連載に向けてこう読み切りを載せたりとか、編集部の会議に通ると載るんですけど、それが全然うまくいかなくて、私は会議に通らなくて、それを何年もやってたんだけど、結局乗らないままやめちゃったんですよね、目指すのっていう感じです。それは漫画力だと思います。漫画力、演出とか構成とかストーリーとか、なんか絵のうまさじゃなくて漫画としての面白さを描ける人が必要だと思います。私は絵だけしか描けなかった。これがダメだったら漫画家だと無理だなって思った作品を持ち込んだ時に、この絵でやっていくならもう諦めた方がいいってバッサリ言われて、それでこの絵で漫画家になれないんだったらもう無理だなって思って、それで漫画家の持ち込みとかはやめちゃったんですけど、でも漫画描くのは続けたいなって思って、なんかイベント出ようと思って調べた時にデザフェスに出会って、そこからライブペイントが始まるっていう感じです。その大きなキャンバスに描くことによって、その漫画とかできない表現とか、何かこういう可能性が広がったみたいなのもありますか？でも迫力とか、あと自分と同じ等身になるので、結構自分が漫画の中に入るみたいな感じの多分表現はできる気がしますね。背景に自分が描いた漫画の前に立つと、自分がそのキャラのセリフ言ってるみたいになるみたいな、そういうのは大きい漫画じゃないとできないなと思います。絵を描くのと一緒で、下書き用の色鉛筆とメインのペン量の油性マジックと長めの定規と枠線用のビニールテープと修正機以上です。あとはでかい漫画服だけですだけです。アクリルとかだと結構いっぱい持ってくるんですけど、私は白黒のあれなので、本当ペンだけめっちゃ持ってくって感じです。結構聞かれるんですけど、難しくなかったですね。不思議なことに。黒板に書いた字がおかしくなったりするじゃないですか。その中で比率とかってずれません？ずれない。でもさすがに顔のアップはずれますね、多分。でもそれ以外はあんまりずれなかったですね。どうやって合うようにしてるんですか？それはもう感覚ですね。なんかもうなんだろうな、見てバランスが分かるので、大きい角練習してなかったんですよ。してないけどできたので、それはちょっと説明が難しいんですけど、やればできますよ。やってみたら案外できるんですよ。ぶっつけ本番で。そう案外できると思いますよ。知らないけど。もしかするとデザインレースでやった時って初めてなんですか？はい。本当にこれマジなんですけど、練習できないじゃないですか。だって家に壁ないし、なんかデザフェスに行くまで練習もしないし、壁に書いたことも一回もなかったんですけど、本当にぶっつけ本番でやったんですよ。それできたんですよ。だからやってるみたいな。デザフェスのイベントはめっちゃ早く行って、初日多分8時ぐらいから書き始めて、でも終わんなくて2日間あるんですけど、やべえと思って、夜のでもそれでも8時9時まで残ってやって、で次の日も朝めっちゃ早く来て書いてたんですよ。で結構ギリギリに書き終わったんですよね。でも最近はもう4時ぐらいに終わるんですけど、2日目の多分6時ぐらいまで書いてたと思うから、すごい時間かかりましたよ。18時間とかかかってました。よく体力持ちますね。本当ね。いや、そうなんですよ。会社員だったんですけど、その時。なんかノリでやりました。いや、よくやったなって思います。めっちゃ使いましたよ。やったことないのに。そう。次の日会社行ったんだよ。やばくないですか？夜まで書いて、撤収して、はい。で、有給とかないから、月曜日普通に朝9時に出社した。すごくね？疲れません？いや、疲れ、めっちゃ筋肉痛やばくて、もうできないです。ライブペイントの内容は実体験を書いてるので、自分の経験を
ちょっとフィクションじゃないけど面白く描いてるのが今のライブペイントはそうですね。だから自分会社員の時の話とかを書いてたりする。会社が辛いから会社を敵に出そうみたいな。で会社辞めたいからじゃあ会社を倒すみたいな話を書いたりしてました。結構だから今はだからコロナウイルスの話とか書いたり。敵にコロナを出してそれに立ち向かうみたいな話を書いたりしてますね。ベースは実体験だけどキャラクターが SF みたいな感じでやってます。キャラのインスピレーションは基本的にはどういうところがいいんですか？基本の多分サイバーパンクなアニメとかですかね。あとレイバーとか広角機動隊とかアキラとか女神の翼とかここら辺の映画は見てるのでそういうのの多分影響はあると思います。あります。企業もあるし、個人からの依頼もありますっていう感じです。そういう場合に事前に打ち合わせとかするんですか？こんなものが欲しいとか。それもどっちもあって、なんか好きなものを自由に描いてくださいっていうのもあるし、こういうモチーフで描いてほしいっていうのもあったりします。はい。今回この要素を入れてほしいってクライアントさんに言われることもあります。いやでもいい仕事だと1ヶ月分の給料ぐらいは稼げるけど、本当に物による。漫画家で稼ぐんだったら乗らないと原稿料がないので、そのネームとかの下準備の段階はお金が出てないから全然稼げないから、漫画家にもしなりたい場合は雑誌に載らない限りそのお給料は発生しないというかお金はもらえないと思った方がいいですね。はい、もうどんだけ打ち合わせをしてもどんだけネームとかファンとかプロットを出してもただだし、出版社に行く交通費は自腹だからただというかマイナスどっちかっていうとマイナスですね。はい、厳しいです。特になんか言われたことはないんですね。活動に関しては、はい、応援してるもでも本当にここ最近ですけど、アディダスウォッチの渋谷パルコのライブペイントはで初めて親が見に来ました。それまでだからよく分かってなかった。ようやくなんか自分もまあ仕事もらえるようになってようやく親にこういう仕事してるんだよって言えるようになったっていうのはあるかもしれないですね。その時なんて言ってました？アディダスの見てすごいって言ってましたなんかわかんないけどすごいね。よくわかんないけどすごいとこでやってるねとは言ってると思います。はい。デザインデジタだと2日間あって、初日は朝5時ぐらいに起きて6時ぐらいの電車に乗ってもう7時過ぎぐらいには会場ついてるのかな。そっから設営っていうか物販の準備して早くて9時ぐらいから書き始めるんですよね。で一般入場が11時からで一般入場始まる時には1コマぐらい書いといた方がいいですか。分かりやすいっていうかこの人続き書くみたいなので11時までにはだいたい1コマ目を終わらせてるみたいで、そこからだいたい休憩取らないんですけど取らずに書き続けてだいたい7時ぐらいまではずっと書いてるみたいな。で2日目はもう設営が終わってるのでちょっと遅めに行くんですけども進み具合で早く行ったりするんですけど、大体2日目は9時ぐらいに会場入ってまだ10時ぐらいからちょいちょい書き始めて、でも2日目は最近はもう3時半か4時ぐらいには書き終えれるようにはなったのでそこから書き終えて、であとその後の物販対応とかで歩いたりとかしてで7時ぐらいに撤収みたいな感じですね。でも打ち上げとかできる気力がないから解散打ち上げもなく現地解散で帰るって感じで次の日筋肉痛そうです。次筋肉痛ですね。次の日は大体死んでるって感じですね。そんなに徹夜とかはしないタイプですね。いわゆる漫画家よりはだいぶ健康的な。だいぶ健康的ですね。なんか締め切り落としたこともないんですけど基本徹夜はしてないです。
その時私がドイツにいたら受けたいですっていう感じですね。そうです。だから自腹で行くのが難しいので、タイミングがあったら書きたいって感じです。はい。めっちゃフレンドリーでいい人たちだなって思いました。でも気さくだったようなイメージがあります。一人の女性の方が、私がその女子高生の格好をしてたんですよね。いつもパフォーマンスの時、日本の女子高校生の格好をしてパフォーマンスしてるんですけど、なんかそれを見て声をかけてきてくれた方がいたんですけど、私が英語喋れなくて全然コミュニケーション取れなかったけど、結構そういうなんかなんだろうな、陽気なイメージがあります。それは多分日本人がちょっと好きだからかもしれないんですけど、なんか明るいなって思いました。はい。ですかね。ドイツの食べ物はどうでした？美味しかったです。なんかソーセージの種類がいっぱいあってびっくりしました。ホテルの朝食なんですけど、なんかパンに塗るソーセージみたいなのが初めて知ってすごいってなります。日本じゃ食べれないじゃないですか。だから美味しかったですね。ソーセージ美味しかった。ビールもなんかノンアルコールでフレーバーがあるのが感動しました。なんかマグの会場にもありましたよね、瓶のやつ。そうあれ飲んでました。お酒弱いのであれ毎回もらっていきました。なんかレモンとなんかグレープフルーツかなんか味があって美味しかったですね。全部美味しかった。またドイツ行きたいですか？もちろんです。また行きたいです。めっちゃ行きたいです。機会があることを願ってます。願ってます。本当に。山下智子さんもすごい好きで、BL の作家さんなんですけど、その方のなんか話が好きなので、その方の話をなんか自分らしく SF で書いたら面白いかなっていうのもちょっと思ったりします。大友さんちょっとね、恐れ多くて。いや、一緒にしようってもう無理考えられないです。想像ができない、なんか。神なんで、なんかちょっと大丈夫ですね、そうだから、大丈夫ですみたいな、ちょっと恐れ多いですね。想像できない。はい。います。それこそ今、ブルーロックの作画やってる野村祐介さんはお友達。あと、ツイッターの漫画で何人か結構バズって、タツボンさんとか、栗田あぐりさんとか、結構ツイッターで有名なんですけど、とか結構いますね。なんか LINE グループがあって、漫画家志望で集まった人たちが何年か経って、やっぱ半分ぐらいはみんなデビューしたんですよね。そういうグループ LINE があって、今連載してる方とかも結構、なんか明け方やっと出れるとかっていう LINE を投げてきたりはしますね。はい。なんていうか、そういう極端な仕事時間とか環境ってどう思います？よくないですよ。よくない。結構ね、結構みんな家庭を持ってるんですよ。お子さんがいたり、でもそういう過酷な労働をしてるので、ちょっとなんかやっぱ大変だなって思いますね。漫画家はやっぱ管理されてないから、自分で管理しないといけないので、そこはちょっと大変に難しいというか、良くないなとは思います。環境がとは思います。今のところライブペイントでは失敗は多分してなくて、多分私が考えうる最大のやらかしは多分間に合わないことだと思うんですよ。漫画ライブペイントだったらオチが間に合わないとか、最後のコマが時間内に終わらないとかっていうのが最大の失敗だと思うんですけど、それは今のところなくて、で漫画家志望として失敗だなっていうのは、やっぱ話を作れなかったこと。漫画を読む量も少なかったし、映画の見る量も少なかったみたいな、そういう知識量が足りなくて書けなかったのかなみたいなとは思います。それが失敗につながったというか、漫画家になれなかったのにつながるのかなとは今は思います。個人的には多分好きな作家を見つけて、なりたい自分が描きたい絵を描いてる人を見つけて、その真似をすればいいと思ってる。私はそれがアキラだったから、漫画そんなにちゃんと描いてこなかったけど、アキラっていう好きな作家に出会って、それになりたいって思ったから、それをひたすら真似して
模写して描いてたみたいな感じなので、真似するのが一番早いかなって思いますね。画材にはあんまこだわらなくてもいいと思うので、とりあえず真似して始めるのが大事。でも描かなきゃって思わない方がいい。やらなきゃとか、今日描いてないから描かなきゃと思わなくて全然いいから、描きたい時に描きたいだけ描けばいいと思う。私も別に毎日描いてたわけじゃないし、描きたい時にめちゃめちゃ描いてたから続いてたみたいな感じ。だから別に義務感とか思わなくていいと思う。個人的にはね。毎日描けてる人もいるかもしれないですけど、別に、描きたくない人は描かなくていいんじゃないかと、個人的には思います。楽しければいい。そう、楽しければ続くし、いやいや描いても多分続かないと思うんですよね。10日頑張って描いたけど、10日間しか描かなかった人間と、たまに描いてたけど、1年続いた人間で絶対1年続いた方が絵が上手くなってると思うので、そういう感じで、続ける感じでいいと思う。軽い気持ちで。最近のやったミュージックビデオの仕事かもしれない。それは、自分の絵を動画で動かすから、レイヤーをすごい分けないといけなくて、私今まであんまりレイヤー分ける描き方しなかったんです。線が色、終わりみたいな。レイヤーが最終的に250ぐらい分かれてたんですけど、そうなんです。だから配管、パイプ1個も1本1本全部分けてたんですよ、これ。わかるんですか？っていう仕事をやったのが一番大変でしたね。1ヶ月かかりました。一番長かったと思います。その MV の仕事。打ち合わせしてラフ描いたりとか、キャラデザとかもやってたので、全部トータルで考えたら丸1ヶ月やってたと思いますね。めっちゃ大変でした。6年目です。めっちゃ楽しいです。めっちゃ今楽しいですね。日本でお待ちしてます。今日本でもそれこそ韓国の方とか中国の方とか連載してる方もいるので、チャンスは普通に平等じゃないかもしれないけど別にあると思いますね。今はこれは日本の漫画家でもそうなんですけど、結局自分の作品をうまくプレゼンできないとやっぱ通らないんですよ。通らないし、編集も全然意図しないところに修正を入れてくるんですよ。だからそういう自分の売り込み方が本当に必要だと思う。日本人もそうですし、海外の人もそうですけど、コミュニケーション能力は意外に大事だと思いますね。漫画以前に大事かもしれないですね。漫画も大事ですけど、なんかいい漫画描いてるのに、それをうまく伝えれなかったら、潰れてしまうので、そこはすごい大事かもしれないですね。So, danke, dass ihr euch das Video bis zum Schluss angeschaut habt. Das war Shinnosuke Uchida. Vielleicht gibt es auch ein nächstes Mal. Also, bis bald. Ciao. Wollt ihr noch mehr über Shinnosuke Uchida wissen, könnt ihr ihre Kanäle oder ihre Homepage besuchen. Sie wird sich auch bestimmt freuen, wenn ihr sie bei ihrem Livestream besucht. Und an all meine Mitglieder, vielen herzlichen Dank. Arigatou gozaimasu. Meine Sugoi-Supporter, Benjamin-san,フレクシーさん、ラルフさん、ナディーンちゃんさん、チアナさん、クリスティアンさん、カルドガンさん、シルラスさん、オリバーさん、ミディさん、ラルフさん、パディさん、ダニエルさん、プレイスキル TV さん、ニックさん、ミスター WW フェデレーションさん、パトリックさん、レビタスさん、ジメオンさん、ケビンさん、ミスターロボットさん、トーマスさん、リーンストライズさん、マーレクスさん、マーヴィンさん、いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。そしてサポーターの皆さん、ドンさん、フィリックスさん、ケイトさん、カニさん、スーパーソニココレクターさん、イマさん、ジョースケさん、エンマさん、ウィンターさん、ロボクラッシュさん、デニスさん、リコさん、カレー32さん、タシンさん、高円寺さん、タイガーパップスさん、ローズさん、テリオンさん、フラウスディーターさん、ジルバーさん、ブルーライツさん、ダイナさん、ポップコーンさん、ジェネローズさん、清水リトルパートナーさん、ザ・ビッグコービーさん、ゼルダガールさん、
ラストケイオスさん、ロズビータさん、ザウゼルさん、グリーンエレファント SP さん、ダスティンさん、ドラゴンストライクさん、ブラックアウトさん、アリシアさん、ジラマさん、ありがとうございました。またお会いしましょう。それでは。